はい、始まりました。やべえな、これホラー界だな。ホラー界の匂いがする回。はいはいはい。あ、やべえ回。やべえ回だな、これサンダージャンクションが、もうアリーナ実装されてるじゃんという段階で、これなんでやるんだと。確かにね。ちょっと一足も二足も遅いぞ。アーリーアクセスできるようにした方がいいんですかね。どうにかしたら多分できるはずなんですけどね。そうすればそれいる？だからそういうチャンネルかなみたいな、じゃないからなんか申し訳なくて、で一応この今回はサンダージャンクションのプレビュー回です。誰が望んどるのかね。望んでないですかね。大丈夫かな。雑感を語るっていう。でもなんか見たらさ、レアと神話レアだけにしちゃったでしょ、これ。はい、しちゃいました。どっちかというと多分コマンドと暗号の方がワンチャン。やり出します？レアと神話レアだけなんですけど、コモンとかアンコモンのが見たい。可能性がないことはないんじゃないかもしれないと思うけど、まあいいんじゃないですか。一回じゃあ今回はレアと神話レアでやってみましょうか。まあ多分。さあ大差ないありそうですけどね、意外と意外とありそうなんですけどね。まあ行きましょうか。まあこの情報は知ってるから逆に。そうなの。確かに。まず最後の決戦、白からいきます。ちなみに大丈夫ですか？アリーナの実装の日本語名相当間違ってる可能性ありますけど大丈夫かな。まあでもそういう能力だっていうね。1マナのインスタントの砲台で1の追加コストでターン終了時まで全てのクリーチャーは全ての能力を失うドレスダウンですかね。そうですね。であなたがコントロールしているクリーチャーを1体選んで破壊不能で、全てのクリーチャーを破壊の3つのモードが追加で選べると。これ良くないですか？これ欲しいんですけどこれまずだから全てのクリーチャーを破壊するモードはほぼおまけ。ほぼ使わない、あんまり。ほぼおまけと。カジュアルだったらワンチャンまあ最後の方でカジュアルだったらワンチャン使うかもしれないし。しかもインスタントっすよこれ。そうね。で全体破壊不能もまあカジュアル寄りだったら使うかもしれないと。全体破壊不能1体じゃん。1体破壊不能。まあ使えるかもしれない。特に逃走した短期掛けみたいなデッキだったらまあ使う。そうですよね。結局一番使うのは一番上だと。ドレスダウンドレスダウン、白にドレスダウンが来たっつってそらそう絶対強いですよね。そらそう。これ欲しいんですよね。これ結構高い。今のところまだ高いから下がるの待ちかな。そうっすよ。下がるよねだって。逃走者でしか使わないでしょこんなの。そうドレスダウンでいいじゃないですか。じゃあ次行きましょうか。真昼の決闘最強カード。これ鬼クソ強いんだけど。コンセットの中で一番強いかもしれないカード。そうね。2マナの白のエンチャで、法の定めですと。で赤の5マナで生贄に捧げると5点のダメージ。これどう考えても赤白の法の定め。強くなりましたね。まず2マナの法の定めという時点でクソ強い。なぜか自分で解除できるという意味わからないものが入ってるっていうことですね。めっちゃ強いですよね。ただその代わりに赤白の2色入っちゃってるから使えるデッキが限られてくるというところですね。相当強いカードですよね。これめっちゃ強い。これ欲しいんですよ。これは間違いない。マストバイですよ。赤白含むデッキ数分いりますよ。じゃあ次行きましょうか。オルテカの現象折。3マナ白で24、あなたがクリーチャー呪文を1つ備えると11のノームのトークンを出すか、アーティファクトのコピー、あなたがコントロールしているアーティファクトのコピートークンを1個。いや、アーティファクトトークンを1つ対象としてそれのコピーであるトークン1つを生成する。アーティファクトトークンのコピーなんですね。なるほど。でもまあ強そうっすよね。クリーチャー呪文唱える旅ってことですよ。唱える旅にまず11のノームが出て湧いてくるっていう時点でもう白としては
かなり使い勝手はかなりいいですよね、横展開できやすいし。でもこれやっぱり、アーティファクトトークンの方を、これ有効に使いたくて、使いたい。例えばマナーアーティファクトをコピートークン1個用意してあげれば、それが増えるんで、これ確かにどんどん増えてきますよね。そうやばいですよねかなり安いんだけど、販売価格そのものは。まあ結構強いと思うんだよね。これ結構面白そうですよね。あといつも200円300円の世界の話だけど、これお買い得だと。お買い得ですね。買っといた方がいいですね。次行きましょうか。次青です。こう3歩先、1マナのインスタントで砲台で、砲台には普通にカウンターだと。だから3マナのただのカウンターだと、それだけだと弱いよね。でプラス3、つまり4マナでアーティファクトクリーチャーのコピーであるトークを生成する。これは伝説はいけないってことですよね。そうね、まあいけるけどいけないってことですね。いけるけど、まあ死んじゃうという。で、プラス2がカードを2枚引いて1枚捨てる。こんなのどこがいいんだと。これ一個一個はやっぱりちょっとその効果に対しては、マナコスト重い効果になっちゃってるんで微妙なんですが、僕の目線だと、これ1コスで打てるじゃんみたいなみたいな。いや2コスじゃないですか。2コス確かに打ち消して2コスで打てるじゃんっていう2コスで全部打てますよこれ。まあ打てることもあるかもしれない、あるかもしれないっていうね。そう考えると結構強いかなっていうのでちょっと入れたかったんですよね。なるほどね。何コス軽減ですか。4、5、6コスまで軽減できれば、2コスで全部打てますよ。何を言っとるんだっていうね。かなり強いですよね。次行きましょうか。肉大工ゲラルフ。3マナ、青3マナ、2、3。あなたのターン中に、自分のターンですね。あなたの2つ目以降の呪文を唱えるたび、22のならず者クリーチャートークンを1体生成する。これフランじゃないんですね。フランじゃない。でコントロール下でゾンビが1体出るたび、あなたのコントロール下で、このターンにあなたのコントロール下で戦場に出たそれでないゾンビ1体につき1個の11カウンターをそれの上に置く。これどういうことですか。あなただからまず、1体出たとしたら、それ以前に1体も出てないじゃないですか。出てないです。だからカウンター乗らないです。乗らない。じゃあ、今のが2つ目の呪文だとして、3つ目の呪文唱えました。そしたらゾンビ出ますよね。出ます。でそしたらそれより前にゾンビ1体出てるじゃないですか。だからプラス11カウンターが1個乗ります。で次のやつの場合はプラス11カウンターが2個乗りますと。まあそういう立て付けとなっております。面白いですね。どんどん一応だからサイズは上がっていくと、そのターンの間に出てるゾンビが順番には、しかも横並びどんどんしていくってことですよね。まあ一応そうはなりますね。結構まあよく2つ目の呪文で唱えてセカンドドローじゃないですけど、よくあるような。なんだけどこいつは2つ目を唱えたらじゃなくて2つ目以降だっていうところが何回唱えてもいけるから、結構違いが大きいところだよね。まあ極論すると逆転棒すると無限トークンですね。無限パンプ無限パンプでダニーピンクは相性いいって言ってましたよね。ダニーピンクがいればなぜかキャントリップになるっていうやばい道路ついてきたっつって。楽しそうですよね。楽しそうですよね。そんなにガチなデッキにはならないと思う。次行きましょうか。倍掛け。4マナのエンチャント。あなたが無法網である呪文を一つを唱えるたびその呪文をコピーする。コピー好きだな。なんか倍にするとかコピーするとか最近好きすぎませんMDG。無法物みたいなね。今はもう最近の流行りは無法物ですからね。そうですね。無法物何コピーしたいですかこれ。ハトバハトバじゃないですか。とりあえず。なるほど。とりあえずハトバ2倍っすよ。そらね。あと港滅ぼすもの。港滅ぼすもの2体出しちゃう。やばくないですか。
まあ4マナの延長だからね。でもね、そうなんですよね。4マナの延長だからそれなりにその後のこうアクションのバリューがでかくないとちょっと。義族とかどうですか？義族とか。いや弱え義族コピーしても弱えまあちょっとこれはカジュアルでは倒しそうになりそうですよね。そうですね。はい。まあ次行きましょうか。次は黒ですね。スリのちび骨。おお、なるほど。1マナ11の伝説のクリーチャーですね。うん、接しで、うん、こいつがプレイヤーにセットダメージを与えるたび、うん、そのプレイヤーの墓地にある土地に出ないパーマネントを1枚対象としてそれを、唱えてもいいと2のマナで、はいはいはい、これなんかワンチャン面白そうじゃないですか。これどうするんですかねでもどうするんですかね構築用だと思うんだけど。でもなんか面白そうじゃないですか。墓地から隠れるんですよ。だからカジュアルだって考えたら、相手を墓地から通して、まあこいつ通したり指定しなかったとしても、通して、じゃあリアにしますみたいな。いやリアにするわけじゃないのよ。唱えるんだよ。唱えるんですよ。もちろん分かってますよ。リアにするっていうか唱えるんですよ。例えばなんか要はシステムクリーチャーみたいな、ハンジみたいな、アウフとか、それがいなくなっちゃうと困るんだけど、いなくなっちゃった時に、ああなるほど、はい、ちょっと通してもらえませんかねつってちょっとそこにハンジありますよねつってそしたらあの人止まると思うんですよねつってでもなんかシステムクリーチャーを戻すカードなのかなと思ったんですけど、なるほどね、はい、面白くないですか黒なんだけど、結構政治力が問われるタイプの逃走者の可能性ありますよ。確かにそうですね、だいぶだからちょっと面白いかもしれない。特殊な動きはすることになるじゃあ次行きましょうか。次は限りない強欲。これはね砲台カード好きですね。砲台やっぱいいっすよね。砲台いいっすね。砲台逃走者のカードですよねで、まあ、1番のソーサリーで、で無色2でつまり3マナでライバリーのトップに置くんですかね。これトップに置くですね。ちょっと弱いですね、3マナでトップに置く、でそっちはまあ弱いんですが、黒3で合計黒3で、3ドローして3点ライフを失う。はいはいはい。まあそっちはまあ結構強い。結構強いですよね、黒単だったら。でこれはまあ遠いシーンだからね。ワンチャンこれ5マナで打つっていう可能性は普通にあるんじゃないの。だってなるほどね。これはありますよね。5マナで打つっていうのは結構あるかもしれないですね。確かに確かに。一応これって砲台のルールがちょっとまだちょっと読んでないから分かんないんだけど、選択したモード上から順番に解決するのじゃないですか多分。そうじゃないですか。だから選択だから一応そのままだから手札には加えられますよと。多分そうじゃないですかね。おそらくですよね。ちょっと分かんないですが、多分そうだと思いますよ。だから俺1個気になったのが、これ結構カジュアルな話なんですけど、たまに3点で死ぬ時あるよね知能証明理論ですねこれは。これたまにありますよね。まれにはある。特に3点で死ぬことありません。2点じゃなくて特に3点で死ぬことありません。いやそれは分かんない。なんか稲妻あればなみたいな。稲妻あればなって言ってるのは残りのライフが3だからちょうど言ってるだけで。確かに残りのライフ2の時にさ知能証明あればなって言わないでしょ。確かにショックあればなって言うかもしれない。結構この3点のライフを失うっていうのは相手をいけるから、ワンチャンそれでかかってる可能性もうあります。まあ薄いけどないことはないよ。たまにありますよね。まれには頭の片隅に入れとくと相手に打つことがあるかもしれない。受けるかもしれない受けますよ。まあ次行きましょうか。次赤、赤また砲台っすよ、大規模な列車強盗。1マナのインスタントで、3マナで4マナ合計であなたがコントロールしていわゆる戦闘が追加戦闘フェーズですね、インスタントの追加戦闘フェーズでプラス2は、ターン終了時まであなたがコントロールして全てのクリーチャーは 1-0 修正と先制、でプラス1が最後対戦相手1人を対象としてクリーチャー1体がそのプレイヤーに戦闘ダメージを与えるためにホームストークをなるほど。これタップ状態
タップ状態だけど1個っすよねこれ。対戦相手1人であなたがコントロールしているクリーチャー1体がだから、はい、与えた数分ですね。与えた数分？だから対数。対数、だから3体とかでいったら 3個増えるってことですか？一応その対戦相手1人にその3体がいってる場合は。これ結構強いですね。結構強いですね。今気づくっていう。これ結構良くないですか？あれ結構強いなこれ。これ欲しくなってきた。急に欲しくなってきた。これいやマストで買わなきゃいけないかもしれない。でこのよくあるメイガーとかでインスタントの追加セットだと、追加でインスタント追加セットで決まるみたいなのが1個増えたってことですよね。そうですね。インスタント追加セットはこれともう1個しかなかったんですよね。そうですね。そうですよね。これ結構強いですね。そう考えたらこれ結構いいな。これお買い得です。かなりお買い得だと思います。全然知られてない。で次これがもうこれさっき法の定め出ましたけど、これもほぼそれぐらいに匹敵するぐらい強いんじゃないかっていう溶鉄の複製、2マナのソーサリーであなたがコントロールしていてアーティファクトやクリーチャーである一つを対象とします。で他のタイプに加えてアーティファクトであることを除きそれのコピーであるトークンを一つ生成する。ターン終了時までそれを速攻得る。次の終了ストップの開始時にそれを一気に捧げる。これは強いですね。これはいろいろ悪用の仕様はあるカードですね。これ2つ目の炎が、2マナと3マナだったんですけど、2マナと2マナになったっていう。そうなりますね。まずはね。まずやばくないですか？結構いいと思うこのカード。2つ目の炎とほぼだってアーティファクトもいけるんですよ。アーティファクトもいけるんですよこれ。そうなんですよね。かなりいいですよね。だから速攻でそうですよね。だから別に関係ないですからね。関係ない。これは多分結構強いです。はい。じゃあ次行きましょうか。記憶の器。これ即買いました。はい、150円で買いました。これ安いよね。これ安いです。これ安い。これなんでこんな安いのかわかんない。使うデッキによっては普通にいいカードだと思う。まあ5マナのアーティファクトで、こいつをタップして追放すると、各プレイヤーは自分のライブラリの一番上にあるカードを7枚追放します。で次のあなたのターンまで各プレイヤーはそれぞれこれにより自分が追放したカードをプレイしてもいいですと。で手札にあるカードをプレイできなくなります。これが実はね強いんですよ。その文章強いんですよ。手札にあるカードをプレイできないっていうところ。なるほど。ってことは言ってましたけどピッチが打てなくなるってことだから、これ起動した瞬間に手札にあるカードをプレイできなくなるから、ピッチの打ち消しはもうなくなるってことですよね。そうね。その上からなんか唱えたりしなければ。これめちゃくちゃね赤だったら赤ではすごいいいと思うこのカード。だから当然赤白とかでも結構いいと思う。いいっすよね。全然これなんで150円なんですか？そうみたいな。そうなのよね。これ俺正直2000円ぐらいまでいくかなと思って覚悟してたんですけど、俺正直。そうなんだ。はい。そうなんだ。2000円でも買うなと思って覚悟してたんですけど、正直。記憶のツボそれぐらいするじゃないですか。だからそこまでいったらどうしようかなっていう。やっぱあれは無色だからね。そうですね。あれは無色なんで。差があるんで。だってこれ単純にさ、これハンジ置いてたら相手使えないんだよこれ。おお。赤白激強化されてる。そう。やばいっすよね。まあそんな感じですかね。次行きましょうか。これは個人的おすすめカード。いやでもこれね、馬、伝説の馬としては初めてプレイヤブルな伝説の馬かもしれない。これ結構逃走者強いですよね。これだって1枚コンボだから。そうね。出して1枚コンボだから。そうね。あれでもいけるかな。まあ一応能力さっき説明しましょうか。6マナの46で速攻ですと。でカラミティが起乗された状態で攻撃すると、速攻なんですぐ起乗できると。で起乗して殴りに行けるんですよね。でこのターンにこれに起乗した伝説でないクリーチャー1体を選び、それのコピーであるトークンを
タップ状態かつ攻撃している状態で生成しますと、で次の終了ステップの開始時にそのトークンを生贄に捧げると、でこの手順をもう一回繰り返す。なんでもう一回繰り返すんやっていうねこの手順をもう一回繰り返すっていうのはどこからどこまでかって言いますとコピーするとこ全部です、そうですねつまり2回コピーが出ます。やばいでしょやばすぎる。でもこれコンバットされた状態ってことはコンバット誘発はしないってことですよね、そうですね。そうですよね。はい。だから例えばメダトホロボスモとか、あれ戦闘触話者って特例できないんでしたっけ？特例できないですね。できないですね。アタック状態で出てきちゃうとできないですね。かもしくはブラッドサーサー、でどっちかで決まりますよね。まあいけますね。やばいで6マーの46ですが1枚コンボだってことですよね。いや別にあれですよ。ダメージ2倍系をだから俺のパワーフォルスに即採用されましたダブルコピーすると元のやつも含めると8倍になる。やばいやばいやばい何でしたっけ何でしたっけアンブラスの秘蔵みたいなやつ、ね、コピーすると極悪の2人組とかコピーするとやべえぞこれ。こいつかなりやばいっすよね。ド派手なムーブしますよ。即採用で即買いました。まあこいつかなりいいです。次行きましょうか。緑行きましょうか。で緑もまた砲台です砲台カード強えな。密輸人の驚きですね。緑1マナインスタントで砲台が砲台2ですね。はい、でカードを4枚切削する。そう切削したカードの中からクリーチャーや土地であるカードを最大2枚をあなたの手札に加えてもよい。これはあんまり使わないかもしれない。まあそういうデッキだったら全然使う可能性はありますよ。でもまあ一番使う効果ではないと思う。で5マナ1マナと5マナであなたの手札にあるクリーチャーカードを最大2枚戦場に出してもいい。ってことは出してもいい出してもいい出してもいいですよね。出してもいいですよ。だから6マーで2枚クリーチャー出していいんですよ。いやっていうねインスタントやばくないですか？まああるもんあれば勝てますよねそのまま。ハルクとか出してさくれれば決まりますよ。そんななくても決まるから2枚。例えばハトバとねいやそれでもそれダメ。インスタントタイミングだと結局その後2回目のハトバ唱えられない。そっかダメなのか。ダメなのか。ハトバとエミエルならいけるね。ハトバとエミエルならいけるハトバとエミエルならいけます。はいで最後の1が一番重要でターン終了時まであなたがコントロールしているパワーが4以上である全てのクリーチャーは呪言と破壊不能を得る。これが一番使うだろうけどね。いわゆるあれですよね英雄的介入、みたいなパワー4以上。そうね。はい。これはかなりおすすめですね。これもう欲しいな。砲台全部欲しいですね次行きましょうか。自由翻弄弾の見張り、合ってます？合ってます。こいつは3マーの33到達です。あなたが悪事を働くたび、あなたはライブラリーの一番上にあるカードを5枚見ます。その中から土地カード1枚をタップ状態で戦場に出してもいい。なるほど。これをあなたのライブラリーの一番下に、無造作の無作為の順番で置く。こう能力は毎回1回しか用意しません。こいつは何がいいんでしょうか？こいつは毎ターン悪事を働くことが可能だということですね。つまりね。なるほどね。悪事を働くことができれば、できれば毎ターンこの効果誘発するんで。悪事を働くっていう有名な悪事働いてる方っていらっしゃいますよね。なんかちょっとラブニカで悪事を働いてた方。体の不定で殺人犯だって言われてた。トロスターニトロスターニすごいですねあれね。悪事働きまくってますよね。働きまくってますよ。働きまくって接種しますっつって相手にやらせてそしたらその間にこれマナ伸びるからすごいなるほど。トロスターニのすごいお供だと。そうですね。すごいな。すごいカード収録されるんですね。次行きましょうか。次は土地になりますかね。無職のカード先聞きます。土地からいいですか？無職ということで。ファモーリの宝物庫。フォモーリですね。フォモーリ、これ高いの？高いっすよこれ。惜しいんですけど
まず無色タップだと、で、3マナタップでカード1枚捨てる、カード1枚捨てると、あなたはライブラリの一番上にあるカードを X 枚見ます、X をあなたがコントロールしているアーティファクトを数えてほしい、それらのカードのうち1枚を手札に加えて残りを無作為でした、強すぎないですか両牌が有効牌に単純に変わるんだよね、ほぼね。強すぎないですか結構な枚数見れる可能性あるから。バグり散らかしてんだこれ、でも値段下がんないですかね。下がんない。いやこいつが下がる可能性はちょっと低そう正直。これでも正直コマンダーだけですよ、需要、需要はコマンダーだけだけど、コマンダーの人はみんな買うってコマンダーの人はだって2色のデッキなら入ると思う。ドローが弱かったりとかすると3色以上デッキだとちょっとその無色土地だから厳しいかもしれんけど、下がってこないか。土地だからね土地はなかなか下がらないよね MTG は。結構強いですよね、本当にもう神話レアの価値があるぐらいの強さですよね、次行きましょうか。これも土地になります。はい。破滅の眺望。はい。はい。タップ状態で出ます。で、そこはちょっと悲しみと。はい、悲しいですが、色1色選びます。はい。その選ばれた色を1個、普通にタップで出せる。もしくは1マナタップで、はい、あなたがコントロールしていて単色であるその色、パーマネントの中の各色につきそれぞれその色を1点加える、これニクソスじゃないかとまあかなりニクソスに近いの介護官、介護官とも言えない。一応起動がタップインだし起動が1だし、めっちゃ欲しいこれも高いですかこれ安かったっけ。本当ですか。これすぐ買える、やった。これはすぐ買っても差し支えない。これもうすぐ欲しいですよね、欲しい。もう本当にこれだってニクソス2枚重ねできるかなり強いです。次行きましょうか。はい。なんとこれまあまあするっていう失われた10点、10点返ってきましたよ。10点返ってきたけど、なんか形がちょっとおかしくなってるから失われてると1マナーの伝説のアーティファクトでセットダメージを与えるたびこいつの上に追跡カウンターを置くと、で1個がアンタップ、土地をアンタップですか、もしくは、ブロックできないクリーチャー1体、か11カウンターを乗せるのどれかから選べると、基本的にはアンタップしていく装置ですよね。ほぼ土地をアンタップするカードでしょう。そうでしょう、ガイアアンタップしちゃって、セラの聖域アンタップしちゃって、っていうカードですよね。まあ普通に強いですが、高いっていうやや高いですね。いらないかな、これいらないかな。これそんなに土地アンタップするぐらいだったら代用できますから、まあアンタップの塊としてあったらいいなぐらいの。そうですね。そうですね。まあ次行きましょうか。次なんと2色に入っていきます。はい。まず2色の伝説のクリーチャーを置いてきまして、2色で使えそうなカードを選んだんですけども、これ豪快に日本語名間違ってますね。あ、そうなんですか。ブラスから仲間に加わったそうですけどと書いてありますね。はい。そうなんですね。すさまじいアリーナの5色ですね、これ。そうなんですね。はい。加わってないですか、仲間に。じゃあ。いや仲間には加わってますが、違うんだ、名前違うんだ。でゴルガルド2マナの伝説のエンチャントで、こいつが場に出たとき、あなたがコントロールしている各クリーチャーの上にそれぞれ接種カウンターを1個置きます。まずその時点でそこそこ強くないですか。あなたがコントロールしている伝説のクリーチャーがプレイヤーに1人に戦闘ダメージを与えてカード1枚引く。超強い。超強いぞ。強くないですか、このカード普通に。これ強いっすね。これゴルガリだったらめっちゃ入りますよね。もちろんなるべく伝説的なものがね、多いデッキだったら、その後アドゲンだし、そうですよね。しかもそもそも接種に乗ってるしっていう。乗ってるし、例えば何でしたっけ、5色のジョダとかに入りそうじゃないですか、これ。伝説のエンチャントだし、めくれてもいいし。まあそうだね。そんなこと関係なく死ぬからあんまり関係ないんじゃねえかって気もしないでもないけど。ドローできますよ。確かにドローしてもしょうがないのか。でも結構いいですよね、このカード。結構覚えておくと使うタイミングがあると思う。そうですよね。じゃあ次行きましょうか。次はアニーが加入しました。こいつは合ってんのかね。合ってるんですか。ダイヤの4マナ
で、伝説のエンチャントです、でこいつが場に出た時対戦相手がコントロールしていてクリーチャーやプレインズウォーカーである1体を対象とするこれはそれに、5点のダメージを与える。一応出した時に何もしないわけではないですよ。確かに、あなたがコントロールしている伝説のクリーチャーの誘発型能力一つが、誘発するならその能力を追加でもう一回誘発する、ダブルトリガーすると。いやーこれすごいなこれだ誘発は2回するってことですもんね。そうね、伝説のね、だから何でしたっけうろつく玉座、みたいな、あれ無色ですけど、これは納屋限定のそれができるような感じになるから、かなり強いですよね。納屋だって2枚耐性になるじゃないですか、そう一音で出た時も5点ダメージは何かしら倒せるから確かに無駄にはならないんでかなりいいですね。で次行きましょうか。次はここからは伝説の逃走者気になった伝説の逃走者4体最後選ばさせていただいたんですが、まず1体目、完璧な一社タイワキーすごい名前だなみたいな何語ベースなんだろうねこれこれが僕は突然こいつ気になったって言い出して何がみたいな言われたんですけどよく見たら結構いけんじゃねえかこれっていうですよね、こいついけるでしょ。こいついけそう、こいついけそうでしょ、これ面白いですよ。ボロスの2マナの23で、あなたがコントロールしている発生源1つがクリーチャー1体にそのクリーチャーのタフネスに等しい点数の戦闘でないダメージを与えるためにカードを1枚引く。例えばこいつ23なんで、23のやつに3点のダメージをちょうど与えると、1枚カードが引けるという認識ですかね。タフネスに等しいなんで、ちょうど与えたら、例えばグレー操作みたいな、割り振る呪文で与えた場合、ちょうどいけば、泥がカード1枚引けますよと。そうね、いうことになりますよね。それ以外だと例えば赤タイタンとかですよね。赤タイタン割り振れる、確かにゴーガータイタンだったら割り振れますよね。で下の能力なんですが X のタップ起動です。でこのターンあなたがコントロールしている発生源1つが、パーマネントやプレイヤーのうち1つに戦闘でないダメージを与えるなら代わりにそれはその点数に X を足した点数のダメージを与える、増やせると。あれっていうね、これ調整できるじゃんっていう上のタフですと、調整できますよ。調整できる。だからもちろんフィニッシュに行くときはさ、この X でっかくめっちゃでかくすればいいしそこまでのアド稼ぎではそれで調節すればいいんです。めっちゃいいじゃないですか。これすごいですよ。これすごいもん発見しましたよ。俺は割と強いんじゃないか。これめっちゃ強いですって。本当かで下はだってほぼトーブランみたいな能力で、それにそのドロー能力がついてて、低コストで出せて、で白がついてるんですよ。これめっちゃ俺強いと思うんだやってみましょうかカミングスーンということでなりますで次は逃走者いきます。次は用心棒。あれラクドスってすげえちっちゃく書いてありますよだからこれも豪快にご紹介してるんだってすごいちっちゃくラクドスって書いてあるんですけど、用心人望になっちゃってる用心人望になってるラクドスですね。でこいつは、5マナラクドスの6号飛行トランプル、あなたがこれでないクリーチャー1体を生贄に捧げるたび、プレイヤー1人を対象としますと、そのプレイヤーのライブラリの一番上にあるそのクリーチャーのマナ総量に等しい枚数のカードを追放すると、で次のあなたの終了ステップまであなたはそのカードをプレイしてもよく、それらの呪文を唱えるために2のマナを払ってもいいと、これでないクリーチャー1体を生贄に捧げる違う能力がついてるんですね。ちょっと下に移りまして、まず自分じゃこれないクリーチャーを生贄に捧げると、相手のトップを追放できる、でそれを使っていいっていう能力がついてます。でそれとは別にクリーチャーを生贄に捧げるっていう起動型の能力がついてまして、合ってますよね。合ってるよ。でついてまして、破壊不能なんでしょ。破壊不能を得ると、1回しか使えないよって書いてあった。でタップするで毎回1回しか起動できないと、一応作例台としては1回しか起動できませんと、
これ何に注目したかって言いますと、なんか昨日やって一緒にいつもやってる人が教えてくれたんですが、墓所映えのループで決まるっていう、相手のライブラリーが吹き飛ぶんだよね。だからね。そう。だから例えばこの色だったら鳩場と非術師のコンボとか、じゃなくてもいいんですけど、無限マナ行って相手のライブラリー吹き飛ぶんですよね。だそれ無限マナ行ってこいつ出し直せば、相手のライブラリー吹き飛びますよね。こいつ出し直せばもしこいつがもし場に出てなかったとしてもいなかったら鳩場非術師で決まりますよね。だ結構強いんじゃないかっていうだって一応そもそもはまずスノスタッツ6号で飛行トランプで破壊不能付与だから、殴れますよね。殴れますよね。で殴っていきつつ、そういうその墓地ループ系コンボ狙いますよっていう構成にはなるでしょう。赤黒で墓地ループ系のコンボないっすよね。あんまり聞いたことない。赤黒でっていうかその場合ほぼ使ってるカード黒なんでいやなんか赤黒の逃走者で墓地ループ系で決めるってなかったかなっていう。いやないことはない。ないことはないですか。あんま聞いたことないなと思って。あるんですか。あるんだ。あるのか初めて聞いたなと思って。なるほどね。でも結構強いですよね。結構強めのラクロスになりますね。で次はグルール。これなんて読むんだ。落星の学者合ってます？ロクサーヌ。こいついいっすよね。こいつは人気ですね。そうなんですか。日本で人気なんだ。まず5マナの、4-3ですと、グルールです。で場に出るか攻撃するたび、隕石出ます。隕石はまず出たら2点です。エニーターゲットですね。エニーターゲット。ここも重要です。でタップで要は好きな色を出せる。で宝物と一緒ですかね。サクリじゃないんじゃない？サクリじゃない。強いっすね。強いな。なるほど。タップ状態で爽快出てくると。そうなんですね。なるほど。であなたがマナを引き出す目的でアーティファクトトークンを一つタップするたび、そのアーティファクトが生み出したマナのタイプのうち望むタイプのマナを一つ加える。これどういう意味ですか？なんかこの隕石は2マナ出ますよ。嘘でしょ。宝物は2マナ出ますよ。めっちゃ強くないですか？めっちゃ強くないですか？ってことなんですけど、あとそれ以外で言うと、例えばゲンムガンのモノリスのトークンを何とかして作ると無限マナですね。なるほど。ただこいつ勝ち筋多分無限宝物でまず勝てますよね。無限宝物で勝てないか。無限宝物では鳩場剣士トラの出し入れで勝てますよね。鳩場剣士トラの出し入れで勝てる、あと食物連鎖で勝てますよね。食物連鎖でも勝てる。だから結構強めの逃走者ではある。だからマナがランプできるから、マナがランプできるところが多分一番偉くて、かなりでかい呪文もいけるってことですよね。多分普通にハト爪操縦で打つとかで勝てる。なるほど。確かに例えばあれじゃないですか、こうする固執みたいなので勝てるんじゃないですか。マナがあれば5マナのインスタントだからインスタントで最後決めに行っていけますよ。結構強いな。一応そういうデッキにはなるでしょう。でドローする手段がちょっとちょっと難しいかなっていう感じです。緑側のドローを使う方があるかな。ちょっとドローが弱めではあるかなっていうところですかね。結構強い、面白そうな感じになってますね。普通に7、8のデッキは組めます。最後いきましょうかね。最後なんでこいつなのかと。乱伐者ポニーポール、合ってるか。ポニーポール、なぜかこいつです。こいつは実はカミングスーンだから最後なんですけど僕はねちょっとやろうとしてるっていう。なるほど。もうほぼほぼできてる。もう頭の中では3、4、5、6マナですね。6マナ6号到達。でこいつが場に出た時、ポーっていう名前で、このクリーチャーのパワーとタウンでそれぞれあなたがコントロールしている土地の枚数に等しい、お牛、青の伝説のお牛クリーチャートークンが出てきます。
青い牛なんだね。なるほど。青い牛、はい、でこいつ巨人だと。はい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 。で巨人が出てきて、であなたが攻撃するたび、はい、これはこいつじゃないんですよ。ああ、なるほど。まず、でこのトークンでもないんですよ。あなたが攻撃するたび、はいはい、関係なくね、はい、螺旋できるっていう効果なんですけど、はいはいはい。めっちゃこれ土地どんどん伸ばして合ってますよね。これしかもタップインって書いてねえな。螺旋のガスか、だから螺旋タップインじゃないですよ。螺旋タップインじゃないですよ。螺旋できるんですよ。はいはいはい。だから最初に何体か、例えば上陸系とか並べといて、ね、そう普通にこいつが出るターンには殴りに行けるじゃないですか。まあ中ぐらいのファッティじゃなくても殴りに行っていきなりランパーシャして殴りに行ってランパーシャしてみたいな。でこいつのポーのタフネスパワータフネスがなんかとんでもないサイズになりそうな。10とかそういうレベルにはなるでしょうね。そしたらパワーサージをして、で生命の遺産でサクっちゃって。なるほどね。はい。そしたらポニーボールブリンクしてチャットすればもう一回出てきて。やばくないですか？はい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 。楽しそうじゃないですか。なるほど。普通に意外な授かり物とかでも全然いいわ。ねいいですよね。めっちゃ楽しそうだということで、こいつはカミングスーンです。ほぼデッキいっちゃいましたけど。まあそんな感じですかね。今回のサンダージャンクションは注目カードを、はいはい、だいぶ絞って相当適当に喋りました。これ編集していただく必要はあんまないんで、出していただくだけなんですけど、まあそれぞれこれ買った方がまあ高いカードあんまなかったですかね。ないね。土地ぐらいじゃない？土地ぐらいですね。あと最後の決戦は多分安くなりますよね。最後の決戦？これ安くなると多分安くなりますよね。だから砲台はとりあえず全部買った方がいいということで、コマンダーカードだったという。はいはいはい。まあそんなとこですかね。そうですね。はい。あとはなんか気になったこのサンダージャンクションのカードあったらコメントいただければと思います。はい。チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。